桜の花が、桜ちゃうわこれ、梅か。というわけで今からちょっと行ってみましょう。昔回天っていう非人道的兵器が作られてたんですけど、その基地が和歌山県内にあるということで、そこ行ってみたいと思います。でその場所は今はね、和歌山のエーゲ海と言われているこの辺りもね、この辺りも全然変わってないようで変わってますよね。でここトンネルを掘っていて、なんか直通で有田まで出るルートを今これ作ってるんですね。道路とか広くしたり、トンネル跡掘ってるんで、トンネルどっから掘ってるのか分かんないけど、多分10年ぐらいかかるって言ってましたんで、2030年ぐらい、2030年か2035年とかそうなんちゃう。この山がここか、これトンネル、今掘ってるトンネルがこれですね。ここから直通で有田まで抜けるんですけど、これいつまでかかるんかな。結構でもできてますよね。有田市から海岸沿いを走りまして、湯浅に抜けるルートですね。さあ海の方に近寄ってまいりましたね。ここからですね、海沿いを進んでいって、なんか花粉やばいかもここからまっすぐ行ってもいいんですけど、ちょっと左行こうかな。まっすぐ行った方が早いかもしれないな。でその人間魚雷回転が本当にもうね、日本がもう物資なくなってもうやばいと。で何ももう兵器作られへんってなった時に、最終兵器としてもう考案されたのが人間魚雷って言って、普通魚雷って何も乗ってないやん。ただミサイルみたいなもんですよ、海版の。それの中に人間が乗ってコントロールするという、遠隔操作じゃなくてコントロールすると、 100% 敵艦にぶち当てるように人間が操作するっていう、むちゃくちゃな非人道的な旧日本軍の考案した、もう考えたやつもクズやろ、クズ中のクズやろ。人間魚雷回転と、でも神風特攻隊の海バージョンですね。人間魚雷回転と、もう一つなんかなんて言うんやったっけ、名前忘れた、飛龍やったっけ。潜水服着たダイバーがダイナマイト、竹に刺したダイナマイトを持って海の中入っていって、で敵の船上にあったらそこまで行って、で下からダイナマイトでドーンってやって爆破させる、沈没させるっていう人間兵器が考案されていた。もう兵器でも何でもなく、なんかね、自爆。回転は第二次世界大戦中に日本海軍が開発した特攻兵器で、人間魚雷として知られています。その名の通り、魚雷を改造し、操縦者が搭乗して敵艦に突撃する仕組みでした。直径1メートルで1人乗りのスペースが設けられていました。先端には 1.55 トンの策薬が搭載され、大型艦船を一撃で沈める威力があります。しかし脱出装置がなく、一度発進すると搭乗員の生還は不可能でした。またエンジンを一度始動すると停止できないという、いわばまさにあの世への片道切符な設計でした。この設計は当時の日本の極限状態を象徴するものとして歴史に刻まれています。人間の命が最も軽かった時代やな、昭和の初期はな。おお、何これ、やばい、これやばいやろ、これすげえ。こういう橋みたいな。ここ何これ、こんなんなかったのに。これ道も良くなってるしな、もう全然雰囲気ちゃうやん。これいけるかちょっとこれ見ていきましょう、海を。この海降りれたのにな、今満潮やな。ここね、タコとかね、イカとかめっちゃ釣れたんです。
はい、和歌山県には人間魚雷回転の基地多分2箇所あるんですけど、白浜1箇所で、もう1箇所がこの由良町かなにあるんですね。怖えなこれ。細道細い、こんなんやったっけな。ああ、こんなんでしたね。ここ怖えなこれ。ガードレールないやんこれ。もう突っ込んだら終わりやん。怖えここ。こんな状態の海に潜水艦みたいに乗ってこう出撃していくってどんな気分やろうなと思うよ。絶望しかないやろ。さあやってまいりました。人間魚雷回転の基地跡があるというこの白崎オーシャンパーク。なんか石ころいっぱいあってだるいな。これもうバイク止めるとこわかんないから適当に止めとくか。さあ到着。今から見ていくんやけど、どこにあるのかわかんねえ。これ何これちゃうやろ。どこなんだかわかんないけど、一周しますか。これじゃないの。違うか。でもなんかこれっぽいな。基地っぽいなこれ。基地っぽいけどこれ違うか。トンネルですね。現在地がですね、どこでしょうか。この辺りですね。ずーっとこうね、さっきこう来まして、こう来て、こう溝を来て、この辺り、はい、こう書いてある。これトンネルですね。普通の道新しくなってるけどな。こうトンネル自体が基地っぽくないですか。風が強いですね。これマイク音声大丈夫なわけないか。わお、カモメがいっぱいいますね。風あるから余裕やろなこいつら。滑空できるからな。でこの山のこれじゃない、回転の基地跡っぽいな。これこれこれ絶対そうやん。地下格納庫でここから出撃したんちゃう。ちょっとこれいけるか。これ下に落ちたらもうサルベージ不可能や。おお、こんな感じですね。やっぱりここから地下からね、潜水艦から地下から行ったんじゃないの。絶対そんな構造やな。これ昔でもなんかこれ名残あるもんね。階段ありますね。立ち入り禁止やって。昔はこれ行けたやろな。っていうかこれ多分回転の基地の名残やろ多分。こう洋上艇とか船とかここにつけてたっぽいね。そんな構造になっとる。すげえ風が強いけど日当たりは異常にいいな。ここから下に降りられますね。超巨大なワカメみたいな流れ着いてるぞ。展望台。寒い。風がとにかく強すぎる。でここから立ち入り禁止になってるけど、この立ち入り禁止区域のところにもなんかありそうね。風やばいやろこれ。大自然のパワーを感じるわ。立ち入り禁止区域
どこが立ち入り禁止区域なの？これ遊歩道みたいなの作ってあるとこは行けるってことやろ。でこの岩場の向こう行ったらアウトってことやろ。昔ここ浅野セメントっていう会社が所有してたんですけど、戦時中になんかその海底の基地になって、海底の基地はどこにあるんでしょう。海底格納隧道、これやっぱりさっきのトンネルか。さあ展望台に来ましたけど、こう石が白い特殊な、なんか特殊な石やねこれ。怖い。ズームこれは限界。東大かな、あれ。東大っぽい。怖っ。風強すぎるって。こんな風強いの。植物もなんか斜めになってるからな。やっぱりさっきのトンネル、あそこそのものが回転の格納庫だったということで、でもこの下の構造もなんかあれやろな、中世とかの作品でよくあるのが、地下の港、それがここでしょうね。敵からバレないように、風強っ、敵からバレないようにこう作ってあって、おセロリ生えてるぞ。さあ回転の基地、やっぱりここトンネル出たとこな、そこやったよ。だからちょっとこれ怖いけど行くか。こう引かれそうなんだよ、ここ歩いたら。何これ。はしごが腐り落ちているから上に行けない。以前はこれはしごあったのに行けなくなってる。そもそもこれ上行って何すんねんっていう話だけど。こう立ち入り禁止になってるね。こう以前は行けたんですね。でこうおっさんとか釣りしとったんですね。ここ人間魚雷回転の格納庫自体このトンネルやったみたいで、ここから行って普通に行ってたんかな。運んできてここ回転乗っけてブーって行ったんかな。だからこんな港っぽい感じになってんだな。人間魚雷回転のなんか看板みたいのが見当たらないです。でもそれっぽい雰囲気はありますね。ここもなんか今こんなコンクリートで綺麗になってるけど、昔はもっとむき出しの岩肌だったみたいなの。その時にこれ出たら多分印象は変わってたよ。見てこれ、これめっちゃ可愛いようさぎ。人間魚雷回転の看板があると思うんですけどないです。ありました、これか。これや。荒れ果ててるけど、人間魚雷回転基地跡、太平洋戦争の終わり頃、ここ白崎に人間魚雷回転の出撃基地が設営されました。太平洋戦争終わり頃だからもう敗戦濃厚で物資もなくて兵器もほとんどないっていう時に、もう最後の最終兵器として開発された人間魚雷非人道兵器、爆薬を充填した一人乗りの潜水艇を操縦する特攻隊員
配属されていましたが、天海の回転の配備が遅れ、出撃することなく終戦となりました。練習もしないんか、もしかして。実戦どころか回転の配備が遅れてる。回転自体もここに来てないんか。基地は作ったけど現物は来てなくて、もう終戦したから終わりましたってで解散ってことか。なんじゃそれやな。今トンネルとしてなってるけど格納庫跡だからこんな岩が削れてんかな。元からなんか何やったっけ、砂利会社かなんかの敷地だったのが戦争始まってここに提供することになって、でちょうど穴開いてたからここに、回転の格納庫作られたんじゃん。回転格納庫が隧道にあって、船の格納庫がもう一個あった、トンネルに。だからさっきのトンネル、山の下の地下の港みたいなとこが船底の格納用の、トンネルだった。ここにもあるなんか穴が。この上にもなんか穴開いてるやん。多分ここから入れたよな。白崎海洋公園は公園全体が白い石灰岩に囲まれ、青い海とのコントラストがまるで氷山のような美しさを醸し出しています。周囲には豊かな自然が広がり、訪れる人々を魅了します。明治時代にはニホンアシカが生息していたことでも知られています。明治20年頃からはセメントの原料として石灰の採掘が盛んに行われていましたが、太平洋戦争末期にはこの地に人間魚雷、回転の出撃基地が設置されました。当時この場所には2つの隧道、トンネルが存在し、その一つは回転格納隧道として、もう一つは鉱山の坑道を改造して船底格納用として利用されていました。しかし回転の配備が遅れ、出撃することなく終戦を迎えました。戦後この土地はセメント会社に返還されましたが、昭和47年には閉山となり、現在はその歴史を静かに物語る場所となっています。さあ、というわけでやってきましたが、まあね、この看板となんかちょっと遺構が残ってるぐらいでしたね。